今回はルミナスエトワールさんが販売されているドール用のパステルとドール用のメイク筆を使って SD 風のメイクにチャレンジしてみたいと思います。最初にパステルをメイクしていこうと思うんですけど、一般的には絵の具で目の周りとかを塗ってやるのが一般的なかなと思うんですけど、アルディアンさんの動画とかを見るとエアブラシで肌の下地を塗ってそこから線を描いて、で最後にまたパステルをのせていくっていうことをやられてるので、そういうような感じで進められたらなってちょっと思ってます。今回使うヘッドは9番のセミホワイトで、アイホールはカットしてあります。これを選んだ理由は唇の輪郭が結構はっきりしてるので SD 風の唇に近づけられるかなって思ったんでこれをしました。この艶消しスプレーを拭いてあります。目の周りをちょっとピンクっぽくして、この上を少し茶色っぽく薄くですねしていこうと思います。パステルの紹介動画でもお伝えしたんですけど、パステルがとても柔らかいので筆を当てただけでパステルがつくんで結構濃いめになっちゃうんですよね。一気に塗らずにティッシュとかでワンクッション、この色だったら置かなくてもいいか。動画だとこのピンクが乗ってるかっていうのがちょっと分かりづらいかもしれないですね。もう少し濃い色にしてみようかな。あ、少し分かりやすくなりましたね。目頭目尻をちょっと茶色っぽくして眉毛描くところを茶色っぽく塗りたいんで、今度薄いこの茶色をちょっと使っていきますね。この少しですね筆で取っただけでパステルが取れるので、一こすりぐらいでも本当十分ですよね。ちょっとここら辺も陰影つけてみますね。適当ですけど、かなり適当ですけどね。9番は彫りが深いので SD っぽいこう彫りの深い化粧っていうのは多分向いてると思うんですよね。でこの筆ですね、最初メイク1回か2回ぐらいの時は少し毛が抜けるのでそれは抜いた方がいいのと、あと周りにですねこうはみ出す毛が使ってると出てくるんで、それは短くカットした方が使いやすいですね。ではどうしようかな。では失敗するの怖いんで、また薄い色で眉毛描く位置にちょっと色をのせてみたいと思います。表情とかはもうアドリブ、どうなるかわからないって。モデルが今いないので、一応ホロメンからですね選ぼうと思ったんですけど SD 風でしっくりくる子がいなかったんで、とりあえずアドリブです。でここら辺に黒いのあるんですけど、艶消しスプレー吹いたらちょっとゴミがついちゃって、これは今そのままです。
ちの方が、右側の方がバランスいいですよね。これちょっと書き直して。パステルを書き直すときはいつもブルタックを使ってます。これで結構取れるんですけど、このパステルは初めてなんでどこまで取れるかっていうのが分かりませんが、パステルのキメが細かいんであんまり取れないですね。というところでですね、じゃあどうするかというと、ボクサーのメイク動画とかだとメラニンスポンジ使ってるんですけど、今回神安のですね、この何千番台っていうのを買ってきて、その代わりにしようと思って買ってきたんですね。なんでかっていうと、メラミンスポンジは柔らかいんで、いまいち扱いづらいんですよね。ゴッドハンドさんのヤスリはこのスポンジが硬いんで、こうした時にゴリゴリって削れるかなと思ってこれにしてます。消えませんね。まあいいか。左右バランス書くの難しいですよね。バランスよく書くときに視界をここら辺にぼやってして合わせて、こう両方を見ながらいつもやるんですけど、まあうまくいかないんですけどね、そのやり方でも。でも片方だけ見てやるよりか、ここに視点を置いてちょっとここら辺まで見るようなこうなんかやり方だとバランスよく書ける場合がありますね。左右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 ってもう高速に動かしながら書くといいかなと思うんですけど、疲れるんで微妙ですね。これもでいいかな。はい、とりあえずこんな感じ。ついでに唇も塗ってみましょうか。口の奥は後で濃く塗り直すので、あまりパステル塗っても意味ないんですけど、唇厚めに塗ってみます。奥を赤で塗ってみましょうか。じゃあアールディアンさんの塗ってるところを参考に、鼻の頭、キャストドールだと定番な塗る場所っていうのが多分あると思うんですよね。私が知らないだけで。鼻の際、唇の上、この顎の下もですね。最初からこんなところ塗らなくてもいいと思うんですけど、せっかくパステルの動画なので、塗った具合っていうのが伝えられたらいいなって思ってるんですよね。この目尻とかのところを少し濃いめでちょっと塗っていきます。あまり重ね塗りが得意じゃないんですよね、パステルって。ある程度までできたら一度艶消しスプレーでコーティングしてあげた方がいいんですよね。そうしないと塗ってる最中に下地が取れてっちゃうんで、重ね塗りの効果がなくなっちゃうんですよね。ちょっと目尻濃くしてみました。じゃあよく SD 風にある下まぶたのところを少し濃くしてみますね。細かくて難しいですね。
キムワイプの上に取ったパステルでも十分色がつきますね。一度 UV スプレーでこの塗ったところをですねコーティングしてみたいと思います。今度はですねアイホールのこの縁をですね濃く塗ってみます。 SD のメイクでもこの輪郭に沿ってこう描いてるんで、ちょっと形のイメージ決まってないんですけど、これもちょっとアドリブでいってみたいと思います。アニメで描くようにアイホールを描くんじゃなくて、顔をまっすぐにしてここら辺ですね、ここら辺、メインはアイホールの裏側で、表は少しこうちょっと出るぐらいで、目頭はどれくらいだろう。こんなもん。うわ、怖い。失敗するとね、今回艶消しスプレーを使ってるんで、いつもみたいに失敗したらシンナーでゴリゴリって消せないんですよね。それがあるんでちょっとチキンなんですけど、絵の具はいつもより濃いめに溶いてます。グラデーションメディウム、絵の具1に対してグラデーションメディウムは 0.5 ぐらい。その方が濃くしっかりした線が描けるので、ただすぐ乾いてしまうので描きづらいんですけど、あと失敗した時にダメージが大きいというところがあるんで、もう慎重に描いてるんですけどね。上まぶたこんな感じで、今度二重のラインに少し濃い色を描いていこうと思うんですけど、ここも失敗できないのでなかなか辛いですね。パステルのメイクをメインだとしても、こういう細い線とかは絵の具に頼った方が良さそうですよね。線は荒々なんですけど、こんな感じ。だいぶ表情がしっかりしてきました。次はまつげいきます。こうピピピって書いていくやつですね。で、目尻の方は長くて目頭にかけて短くしていくんですけど、この V をちょっと描くイメージで、この縁を少し残しておくんですよね。確か目の縁からまつげを描かないで、ちょっと何ミリか1ミリ2ミリ外側から描くんですよね。皆さんそうやって描いてるんで、同じようにそんな感じでちょっと頑張ってみます。うまく描けるかは分かりません。眉毛のこの線も描いてみますね。下まつげが決まったんで、上のアイラインをですね少しちょっと伸ばしたいと思います。こちらのまつげは薄く描きすぎましたね。どうしようかな。濃くもう一回描くか。続いて唇のこのなんていうんですか、縦線っていうんですか、模様をちょっと刻んでいきます。これのコツがよくわかんないんですよね。練習ってほどじゃないんですけど、いつもですね頑張ってるんですけど、うまい線が描けないんですよね。なんか違うんですよね。何が違うのかがよくわかんないんですよね。何が違うかっていうのが分かれば対処のしようがあるんですけど、口角もちょっと塗っときますね。この顔だと少しちょっと悲しげとか物憂げなんで、笑顔になるように口角をちょっと上げようかなと思うんですけど、むずいな。
ついでに奥も塗っちゃおう。で次はですね、これをもう少し細部を濃くしていこうと思います。例えばこういうところをもっとピンクにしたりとか、こう目頭の部分を塗ってみたりとか、まつげをですねもっと太くするとか、唇塗るとか、そういったところをやります。なのでちょっと濃いめのパステルを使っていこうと思うんですけど、このパステルのすごくいいなと思うのは、パステルの色がですねそのまま塗った色になるんで、試し書きというかそういうのがいらないので、でここ失敗してますね。目頭のところもう少しですね、ちょっともう少しですね、ちょっと肉っぽく見せたいんですよね。ここはメイク動画によってはここの部分って絵の具で塗ってたりもするんで、こっちはピンクでちょっと描いてみましょうか。そうかそうか、広く塗りすぎたんですね私は。このちょっとだけを塗ればいいのか。この上の方から塗ってるからなんかおかしいんで、今上まぶたのアイラインに沿って濃い茶色をちょっと入れてみたんですけど、パステルをのせたらこうじわっと感じになるかなと思ったんで、ちょっと試しにやってます。黒でもいいかもしれないですね、この下の方。まだどこもかしこも完成ではないんですけど、徐々に、失敗しないように徐々にやってるんで、次眉毛。さっき描いたところを重点的にこう濃くしていってみます。眉毛は線が濃いので、線より薄い色の方がなんか似合いますね。線より濃いと線がそもそも見えなくなっちゃうんで、線を描いた後にパステルを使うとかじんわりした柔らかい感じの眉毛になりますね。もっとこういう薄いのでやってあげると
もう少し太くなるんですけど、じんわりとした多分眉毛なんじゃないかなって。キラキラついちゃってるんですけどね、これパールが。いい感じじゃないですか。形は別として、ちょっと形がですね、形が悪いんですよね。いいですね。じゃあ今度唇ですね。これを塗っていこうと思います。試しにアイをセットしてみたんですけど、こんな感じですね。結構あっさりした感じなんで、もう少し化粧を濃くしても良さそうですね。なので、このアイホールのところを塗るのと、もう少しまつげを濃くするのと、この目の周りをもう少しピンクにして、その枠はですね、またパールで塗るとかですね、ちょっと一工夫やってみたいと思います。この目の周りにですね、白い線が入ってるとなんか、綺麗な感じがしたんで、ここら辺を適当にちょっと塗ってみますね。涙袋の効果ですかね。違うかな。この際ですね。なんか違いますね。なんだろうこれ。なんか失敗したっぽいな。よくわかんなくなってきた。では最後にですね、上まぶたと唇にグロスを塗るんですけど、以前買ったシャインパールみたいな細かいパールの粉を混ぜてですね、ラメラメ感を出してみたいと思います。
ちょっとシンプルだなと思ったらアイラッシュつけるの忘れてました。これ100均で買ってきたアイラッシュですね。これをつけてみたいと思います。人間用のアイラッシュなんでこんな感じの長さ。結構長いですよね。もう半分ぐらいでいいかなと思うんですけど、もうアイラッシュのですねこの長さを短くするときに先っぽを切るとですね、この細くなってるところがこうまっすぐに切れて見栄えがあまり良くないので、この根元の方を短くした方がいいと思うんですね。で、どうやって短くするかっていうと、家庭用の糸なんですけど、これをですね適当な長さのところにこれを貼り付けてボンドで固めて疑似的にこの部分を作るっていう、そういうやり方ですね。多分うまくいくと思うんで、ちょっとこれをですねやってみます。アイラッシュ動かないようにマスキングテープで留めて、この糸もきちんと止まるようにマスキングテープで留めてみます。ちょっと見にくいかもしれないですけど、この糸より手前が残って、この糸よりこっちの奥がカットする部分ですね。木工用ボンドと爪楊枝を用意して、この糸に沿って木工用ボンドをつけていきます。これでですね、木工用ボンドが乾くまでしばらく待ちます。カットするときに糸を張ったところまでカットします。ちょっと長いのでどれぐらいだろう。ここぐらいかな。また木工用ボンドを使ってこうやって貼っていきます。アイホールのこの側面に沿って木工用ボンドをつけてます。ちょっと長いな、長くて毛が多い感じがするな感じがします。あんまりですねこう上に突き出してるとちょっとですねかっこ悪いので、こう前に突き出す感じで、前に突き出してクイッと上がる感じぐらいの角度がいいと思うんですよね。これ好みだと思うんですけど、裏側はこんな感じでちょっとだけ出っ張ってます。糸の部分が出っ張ってる感じ。そんなに変じゃないかなと思いますね。こういう作業っていうのは、私の場合はこう何回も何回もメイクするんで、今回失敗してもあまり痛くないんですけど、そうじゃない方っていうのは一発本番みたいなところがあるんで、失敗すると汚れちゃうような作業っていうのはなかなかしづらいですよね。アイラッシュがある程度形がいいなと思ったら、しっかり止まるように裏面にですね木工用ボンドを塗ります。藍は水色だと少しはっきりしなかったんで、スマド用の濃い色の藍をセットしてみました。はい、こんな感じの子が出来上がりました。どうでしょうか。途中いろいろ心配だったんですけども、結構可愛くなった気がします。シンクとかに比べると全体的にこうパステルが薄めであったり、上マグドも塗ったんですけど、このパールの粉がですね多くてシルバーっぽくなっちゃったんで、あんまり濃くなってないと思うんですね。でこれが自然に見えたり、こういう好みのもいいかなと思うんですけど、もっと濃く塗ってもいいかなって思うところはいっぱいありました。チークとかも結構薄いですね。はい。
ルミナスエトワールさんのパステルはとても描きやすくて、グラデーションとか自然に出てしっかりつくのでですね、あんまり塗らなくてもいいっていうのと、すごく薄い感じの表現っていうのがすごく出しやすい気がします。パステルにキラキラのついた色を意図的に塗ってはないんですけども、塗ってですね、スプレーで拭いたらちょっとなくなっちゃったんで、あまりキラキラ感っていうのが残ってないかもしれないです。ここは次メイクするときにまたどうやってやればいいのかっていうのを調べたいと思います。唇ですね。縦のこのシワの部分、もう少し濃くしないと見えないかなっていうのと、パールの粉をですね、入れすぎちゃったんで、唇もシルバーがかった感じで、グロスっぽく見えるんですけど、直視すると、なんか牛乳がついてる白い唇になっちゃってるんで、ここも修正しないとダメかなと。眉毛なんかは結構いい感じじゃないかなって思います。線は相変わらずあんまり上手じゃないんですけど、線の輪郭に沿ってパステルがなってる感じなんで、こんな感じですね。動画の中ではカットしちゃったんですけど、このおでことかこういう横とかこういったところにですね、少しピンクがかったものを入れたんで、例えばこういう分け目にした時にここに影ができてる感じになるんで、陰影がついて立体感が出るなっていうのがあるので、それをやってます。はい。ということで、結果結構良好じゃないかということで、2D 風のメイクはまずメイク方法があまりよく分かってないっていうのと、回数をこなしてないっていうので、なかなか難儀したんですけども、だんだん可愛い子が作れるようになってきたんで、また次もですね、頑張って SD 風のメイクやっていきたいと思います。はい、今回も動画をご視聴くださいまして誠にありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。では、またね。バイバーイ。